こんにちは、ミッキーです。今回は完全攻略ケアンズグルメ11選としてご紹介します。周りを海に囲まれつつ緑豊かな自然に恵まれたオーストラリア。そんなオーストラリアにおいてもグレートバリアリーフに面し、海岸沿いを散歩しているだけでも気分が良くなるケアンズはテラス席で味わう全ての料理が極上に感じます。また前回のシドニーグルメ特集でもご紹介したように、オーストラリアの食料自給率はなんと 150%。 そもそもが満たされている国だからこそ、品質の面でもレベルが高い料理を手軽に楽しめます。そんな食の魅力を今回の動画を通してぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはラスティーズマーケッツというマーケットです。タイミングが合えばぜひ訪れてほしいこちらのラスティーズマーケッツ。金、土、日限定の営業で、営業時間は早朝5時から16時まで、日曜日は15時までになっています。今回私がケアンズ空港に到着したのが早朝の4時半だったので、到着早々訪れてみました。マーケット内にはローカルな野菜や果物をはじめ、アクセサリーや洋服、雑貨なども多数ラインナップ。新鮮な数々の食べ物を眺めているだけでもオーストラリアの食の充実度を感じることができました。以前のシドニー編のグルメ動画でもご紹介した通り、オーストラリアの食料自給率は驚異の 150% 以上。そんな食の充実しすぎているオーストラリアだからこその魅力をぜひ感じてほしいです。ちなみに金土日の営業だからこそ、マーケット最終日の日曜日の14時から15時頃は商品を売り切るために野菜等が破格の値段で売られていることがあるようです。もしタイミングが合えばそのタイミングでとってもお得にいただいてほしいなと思っています。またカフェの聖地としても知られていますオーストラリアだからこそ、マーケットの中にもコーヒーショップが並んでいます。マーケットの中を散策するときにもコーヒーを片手に楽しむのもいいかなと思いますので、気になる方はコーヒーもテイクアウトしてみて楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのは、ケアンズ最大の遊び場、マディーズプレイグラウンドに併設する形で営業していますマディーズカフェ。マディーズプレイグラウンドは本格的な遊具が多く、お子さん連れであれば長時間遊べるほど魅力的な場所です。遊具自体も魅力的ですけれども、水遊びをすることもできます。そんなマディーズプレイグラウンドの横にて営業されていますカフェがこちらのマディーズカフェ。営業時間は朝6時から夜19時半までと比較的長いのも魅力的です。モーニングは11時半までとホテルのチェックアウト後まで楽しむことができます。また先ほどご紹介したマディーズプレイグラウンドでは子供向け施設がありましたので、キッズメニューの提供がある点もこちらのお店がユニークな点。今回はモーニングで訪れましたけれども、ランチやディナーにもおすすめです。なんといっても海岸沿いで楽しむことができますので、海風を感じながら心地よくお食事をいただくことができるような、そんな空間になっています。ランチやディナーにおける看板メニューはハンバーガーとタコス。他にはフィッシュ&チップスや海鮮フライ盛り、サラダボールなど基本的にはファストフード的なメニューが多いような印象でした。一方でご覧のようにたくさんの焼き菓子が提供されていまして、コーヒーにも抜群に合いますので、こちらとコーヒーをいただくのもおすすめかもしれません。今回ご紹介するお店、いずれもこちらのマディーズカフェさんだけではなくて、オーストラリアのお店全体に言えますのは、健康面での配慮が優れている点。ここマディーズカフェでもビーガン、ベジタリアン、グルテンフリー、乳製品不使用、通称デイリーフリーなどの表記をしっかりとしていただけていますので、その点にはとても好感を持つことができます。またオーストラリアのお店は基本的に祝日チャージで 15%、週末チャージで 10%、カードチャージで 1.5% などの上乗せがありますので、その感覚になれるのも重要な要素だと感じました。
もちろんお店ごとに違いますので、そのあたりはメニュー表の端っこの方をチェックしていただいて、金額の感覚を確かめてみてほしいです。ちなみにここマディーズカフェさんでは祝日チャージのみがございました。さて、そんなマディーズカフェさんでいただきましたのは、こちらのリトルブレッキー。2000円弱でいただくことができます。リトルブレッキーはサワードゥというパンの上にベーコンと卵の乗ったシンプルなメニュー。もちろん、さらにボリューミーにいただきたい方は、ビッグブレッキーと言います豆やトマト、マッシュルームにチーズがトッピングされましたボリューム満点なメニューをいただくこともできますので、そちらを注文するのも良さそうです。また、この後ご紹介しますけれども、こちらのお店でぜひ頼んでほしいのがフレッシュジュース、もしくはスムージー。なんとそれぞれ8種類ずつ提供されていました。種類も豊富で見た目も可愛らしいので、ぜひ注文してみてほしいです。金額としましては 9.9 オーストラリアドルになっていまして、1000円ぐらいでいただくことができますので、このボリュームと新鮮さを考えるとコスパも悪くはないのかなと思っています。さて、もう一ついただきましたのはアサイーボール。アサイーボールに関しましては、フルーツのたっぷり乗ったヘルシーなメニュー。前回のシドニー特集でもアサイの店ご紹介しましたけれども、オーストラリアといえどもどのお店でも必ずあるというメニューではないので、朝食にアサイーボールをいただきたいという方に関しましては、こちらをチェックしていただいて旅の計画にも含めてみてほしいです。早朝から海を感じつつ楽しめるようなとても魅力的なお店になっていますので、ぜひチェックしていただければと思います。続いてご紹介しますのはザ・チャンバーズ。こちらはケアンズ出身のご家族によって2018年に誕生したカフェ。夕食のテーブルを囲みながら地元の食材を生かした美味しい料理を食べられる場所とのコンセプトで誕生し、地元住民の方はもちろんのこと、観光客からも人気が高いカフェです。入り口からも雰囲気がありますこちらザ・チャンバーズの建物はもともと歴史的建造物になっています。なんと1926年にオーストラリアの国立銀行の支店として開業した築90年以上の建物とのことです。そんな建物を大切にしつつ、もともと建築された方の協力を得まして2年間の修復作業の末誕生した店舗です。もちろん外観や内観、歴史にも特徴があるザ・チャンバーズですけれども、カフェとしてのクオリティも間違いなし。2022年にベストカフェダイニング、ベストブレックファスト&ベストカジュアルダイニングオブザイヤーという2つの賞を受賞するなど、料理のクオリティも間違いのないお店でございます。そんな受賞歴のあるお店のメニューを担当しましたのはヘッドシェフのクリス・ジャービスさん。2021年のレストラン&ケータリングアワードでノーザンテリトリーとノースカロライナ州のシェフオブザイヤーを受賞している実力者の方で、ザ・チャンバーズのメニューも全ての料理に地元の食材を使いつつ、最新のトレンドを提供すべく日々改良を加えているようです。これだけの魅力が詰まった店舗なんですけれども、営業時間が朝7時から14時までの短めの営業になっていますので、その点はご注意いただきたいです。この極上な空間、そして極上な料理を味わいたい方は、旅の計画にぜひ入れていただき、確実に訪れてほしいです。ラスティーズマーケットの近くにありますので、合わせて訪れるのもおすすめかもしれません。そんなザ・チャンバーズさんでまずいただきましたのは、オーストラリアの定番コーヒーフラットホワイト。そしてこちらのスパイスチポトレビーンズというメニュー。スパイスチポトレビーンズはメキシコ料理などで使われる燻製した唐辛子チポトレを使い、5種類の豆のアラビアータ、塩漬けした豚肉、モッツァレラ、グレモラータというグリーンソース、そしてポーチドエッグを熱々の天板に入れて提供されるメニューになっていました。自家製の平たいパンが添えられていますので、ぜひディップしながらいただいてほしいメニューです。もう一つ注文しましたのは、こちらのスマッシュドアボカド。アボカドを贅沢に使った一品になっていまして、日本でいただけるようなアボカドトーストとは似て非なるメニュー。味付けもしっかりしていまして、パンの美味しさも抜群でございました。まさにアボカドトーストの常識が変わる最高のメニュー、ぜひいただいてほしいです。ちなみにフラットホワイトと言いますのはオーストラリアの定番コーヒーでございまして、カフェラテに比べてエスプレッソの割合が高いということで、豆の旨味をしっかり感じられるドリンクのことでございます。続いてご紹介しますのはワーフガンカフェというカフェです。こ
こちらも海岸沿いに店を構えまして、海風を感じながら食事をいただけます魅力的なカフェ。地元食材をふんだんに使った新鮮なメニューをいただくことができます。この後ご紹介しますけれども、グリーン島ツアーに向かいますフェリーの発着駅からも近いので、グリーン島ツアーに行く前の腹ごしらえとしていただくのもおすすめな店舗かもしれません。営業時間は先ほどのザ・チャンバーズさん同様、朝7時から14時まで。限られた営業時間ではありますけれども、ぜひとも訪れてほしいカフェです。フードの魅力もさることながら、建物にもこだわりが。なんと古い不当の建物からリサイクルした木材のみで建てられているサステナブルなカフェです。そんな環境を大切にしているワーフワンカフェは、プラスチックフリーケアンズのメンバーでもあるとのことで、プラスチックを使用しないよう配慮している取り組みも魅力的でございました。そんなワーフワンカフェでは、まずスムージーを2つ注文。1つはエクストリームグリーンというメニューで、もう1つはサマータイムマットネスというメニューでした。まずエクストリームグリーンはケール、ほうれん草、スピルリナ、マンゴー、パイナップル、ココナッツウォーターを鮮やかにブレンドしたスムージー。乳製品不使用になっていますので、乳糖不対症という牛乳が当たりやすい方でも安心できるメニューです。もう一つ、サマータイムマットネスというスムージーはドラゴンフルーツ、マンゴー、パイナップル、オレンジジュースをブレンドした同じく乳製品不使用なスムージーになっていました。他にも複数種類のスムージーがありまして、ボリュームも満点でございますので、ぜひ注文してみてほしいです。加えてフードメニューは The Abo とワーフワングラノーラボールを注文しました。The Abo はオーガニックブランドマンガリのフレッシュチーズ、クワルクとトーストした種、バルサミコ酢、赤玉ねぎのピクルスを添えたワンランク上のアボカドトースト。パンには先ほどご紹介しましたサワードゥを使用していました。もう一つ、ワンワーフグラノーラボール。実はこちらはアサイをいただこうと思ったんですけども、メニューになかったので注文したメニューになっています。とはいえ満足感はたっぷり。先ほど少し触れましたオーガニックブランドのマンガリのヨーグルトを使用し、トロピカルフルーツを贅沢に盛り付けた一品。グラノーラも蜂蜜で焼き上げるという一工夫を加えたメニューになっていまして、その味わいもとても心地よくいただくことができました。続いてご紹介しますのは、ホグスブレスカフェケアンズというお店です。1989年にクイーンズランド州エアリービーチにオープンし、オーストラリア各地に展開しますリブステーキが自慢のお店。ケアンズのこちらの店舗は2022年にオープンした比較的新しいお店です。創業当初からこだわりはリブステーキ。なんと18時間もかけて調理するのがこだわり。独自のスロークッキングオーブンで調理する手法で焼き上げているようでございます。店内もとても広々としていますので、ゆったりと過ごすことができます。もちろんお肉も最高品質。オーストラリアで2番目に大きな食肉加工業者テイズと30年以上パートナーシップを結び、最高品質の OG ビーフを変わらず仕入れているようでございます。そんなお肉を注文後から手作業でカット。味付けをした後、直火で焼き上げ、風味を最大にして調理してくれます。食べ方のおすすめはミディアムレア。この日もミディアムレアでいただくことにしました。ちなみに今回は注文しなかったんですけども、ロッキーロードサンデーというスイーツも大人気とのこと。バニラとストロベリーのアイスクリーム、温かいチョコレートマットケーキ、チョコレートファッジソース、マシュマロ、ストロベリーとチョコレートのトッピング、ホイップクリーム、トーストしたココナッツ、チョコレートウェハースを贅沢にトッピングしたギルティーなメニューになっていますので、自信がある方はそちらも注文してみてほしいです。さて、こちらが実際にいただきました今回の 200g のリブステーキ。お肉のサイズは、こちらの 200g は S、M、L でいうところの S サイズ。300g のトラディショナル、そして2倍の 400g のメガと3段階ございますので、お腹の空き具合に応じて注文してみてほしいです。また、サイドディッシュで特に人気なのはカーリーフライ。サクサク感が抜群に美味しいので、ぜひ注文してほしいです。もちろんご覧のようにマッシュポテトとしていただくこともできますし、いずれのメニューに関しましてもサラダもついてきますので、その点も嬉しいポイントになっています。約3500円と少し高いように感じるかもしれませんけれども、OG ビーフを贅沢、そして満足感たっぷりいただけますので、迷ったら訪れていただけるような、そんなお店かなと思いました。さて、オーストラリアといえばジェラートも有名。ケアンズにも多数のジェラート店があるんですけれども、Google の評価も高かったこちら、ジャストディバイドジェラートというお店に行きました。
営業時間もこちらは平日の場合11時から22時。休日の場合は10時から22時までと、ケアンズのお店の中でも長い方なので、お食事をいただいた後のデザートとしてもおすすめな店舗になっています。魅力は何といってもこちら。合計32種類もありますジェラートとシャーベット。毎日作りたての状態にて提供してくれています。使用する食材は可能な限り地元の農家から調達した高品質なものばかり。ここでも地産地消を体現しているお店に出会うことができました。そういえば日本の31が31種類、こちらは32種類なので結構惜しいなというふうに感じました。さて、こちらは2種類の味を楽しむことができます2スクープミディアムサイズのジェラートです。約700円程度でいただけますので、日本と比べてもコスパがいいように感じられました。続いてご紹介するのは、グレートバリアリーフを楽しめ、ケアンズシティからのアクセスも抜群なグリーン島への移動のご紹介。今回はベルトラのツアーを利用して移動することにしました。ツアーは1人当たり116オーストラリアドル、約1万2000円程度で楽しむことができました。ちなみに移動のフェリーは揺れが強く酔い止め必須。この動画を確認された方はすぐに酔い止めを購入してスーツケースに忍ばせておくことをお勧めします。さて、そんなツアーでの移動の末、たどり着いたのがこちらのグリーン島。ケアンズの人気ナンバーワンの観光スポットとの呼び声も高く、長い年月をかけて砂が堆積してできた島。鳥たちが運んできた木々の種で熱帯雨林が形成された海と緑両方を一度に楽しむことができる魅力あふれる島になっています。先ほどご紹介したツアーに申し込みますと、シュノーケリングセットをレンタルすることができますので、そちらを利用して島の周りのサンゴや熱帯魚を間近で見ることができます。さて、ここからはグリーン島のグルメのご紹介をしていきたいと思います。歩いて島内を一周できてしまうほどのグリーン島の面積だからこそ、グルメとしましてはそれほど充実しているわけではありません。この自然あふれる空間を歩いていった先にあります更衣室だったりシャワールームの近くに数店舗ございます。まず一つ目はライトバイツといいますお店です。こちらはカフェスタイルのお店になっていまして、イメージ的にはコーヒースタンドのようなお店です。ドリンクと軽食がいただくことができまして、一部アイスクリーム等の提供もございます。なので小腹が空いた時に訪れるような店舗かもしれません。この日もこちらでフラットホワイトを注文することにしました。そしてもう一つご紹介しますのはザ・キャノーピーというカジュアルカフェ。こちらでは今回ハンバーガーを購入しました。先ほどのライトバイツは9時半から16時までと比較的長く営業してるんですけども、ザ・キャノーピーグリルは10時から15時までと少し短めの営業。先ほど触れましたベルトラのツアーも船の出発が16時過ぎだということを踏まえますと、場合によっては空腹の時間が続いてしまいますので、その点はご注意いただければと思います。ちなみにザ・キャノーピーグリルの店員さんは日本語を喋れる方もいらっしゃいましたので、その点は安心です。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方は、ぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。また、ツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。ちなみにオーストラリアの交通機関に関しましては、いずれもクレジットカードのタッチ決済のみで移動することができましたので、ぜひタッチに対応していますクレジットカード、特にエポスカードをお持ちの上で海外旅行に行かれると安心かなと思います。続いてはビール好き必見の独立系クラフトビール醸造所、
クイーンズランド州に根ざした地元のブリュワリーとして地元の産地にこだわりつつコミュニティの活性化もサポートしているとのことです。特にビールの原料にこだわっていまして、最高級のホップ、地元産の麦芽、そしてケアンズの北にあります森の世界遺産モスマン渓谷の透き通った水を使用しています。もちろん実績も抜群で、ビクトリア王立農業協会が主催します AIBA というドラフトビールとパッケージビールの両方を評価する世界最大の年次ビールコンテストでも数多く受賞。2024年のアワードでも26カ国の400を超える醸造所からエントリーされた約2600のブランドのうち、ゴールド2品種、シルバー3品種、ブロンズ3品種を受賞するまさに実力派です。この日はそんなヘミングウェイズブリュワリーで飲み比べセットビアーパドルズザクラシックを注文しました。5種類の飲み比べをできまして2500円でいただけますので、コスパも抜群でございます。こちらを注文しますと、お店の方からレシートに印字されました各ビールの特徴を書いていただくことができますので、そちらをチェックしていただいて、そのビールに関する知識も深めてみてほしいです。最近ですと Google レンズというアプリを使ってこういった英語の文字を読み取っていただきますと、その場で日本語に直して確認することができますので、とても使えるようなアプリだなと感じています。ぜひ気になった方は事前にダウンロードしていただいて、旅に備えてほしいなと思います。そしてもう一つ注文しましたのはカッサバクリスプスと言いますおつまみです。こちらはナチョスにワカモレをトッピングし、ローズマリーソルトを味付けしたまさにビールにぴったりなメニューです。今回1人分いただこうと思ってお店の方に注文したんですけども、うまく伝わらなくて2人分の量が届いてしまいました。夕食をいただいた後だったんでボリューム満点すぎたんですけども、こちらが2人前の量だという点はあらかじめご注意ください。さて、続いてご紹介しますのはダンディーズウォーターフロントダイニングというお店です。今回のケアンズグルメ特集でここに行っておけば間違いないと言えるお店がこちら。ウォーターフロントということでシーフードを贅沢に楽しめるお店で、その他にもオージービーフを贅沢に使ったステーキやクロコダイルやカンガルーといったオーストラリア食材の盛り合わせも楽しめる間違いのないレストランです。さらに日本語メニューの提供や日本人スタッフのサービスもありまして、日本人にとっては間違いなく満足できるお店です。先ほどご紹介しましたウィンドウツアーに行く際のフェリーの発着駅からも近いので、ツアーの後に夕食として訪れるのもおすすめかもしれません。お店としての規模もケアンズで最大規模、250名の収容キャパを誇り、テラス席はもちろんのこと、エアコン完備の屋内スペース、18名用のプライベートスペースも用意されています。こちらがメニューになっていまして、実は公式ホームページからはこちらのメニューを確認することができます。なので、もしよかったら PDF 版のメニューを事前にホームページからダウンロードしていただいてチェックしておくというのもいいかもしれません。日本語メニュー提供されているんですけども、日本語メニューはフードのみになっていますので、ドリンクメニューは英語で確認する必要があります。その点に関しましてはご注意ください。さて、まずいただきましたのはクラフトビールとジンジャービア。クラフトビールは4種類提供されていまして悩んだんですけども、本日のビールに指定されていたものを注文しました。オーストラリアンビールという銘柄でも8種類用意されていましたので、ビールを飲む回数が限られている方はまず定番として注文してみてもいいかもしれません。もう一つはオーストラリアナンバーワンジンジャービアと言われていますブルックベールユニオンジンジャービールを注文。ジンジャービアと言いますとノンアルコールなイメージの方もいるかもしれませんけれども、今回注文したジンジャービアはアルコールを 4% 含んでいましたので、苦手な方はご注意ください。そしてまずメインでいただいたのはこちらのオーストラリアンサンプラープレート、オージービーフを使ったフィレ肉のステーキ、バラマンディという魚のフライ、串焼きカンガルー、クロコダイルソーセージ、ブラックタイガーと淡水エビ、そして付け合わせのスイートポテト、いずれもオーストラリアの名産を満足感たっぷりいただけますので、ぜひ注文してほしいメニューです。先ほど映していましたのは飲食後にいただくことができます証明書。こちらはクロコダイル、カンガルー、エミーというダチョウのいずれかを食べた方のみがいただける証明書になっていますので、旅の記念に持ち帰ってください。さて、もう一ついただいたのはこちらのシーフードタワー。こちらは最も高級で美味しいと言われていますカニ、マットクラブを2分の1匹、淡水エビ、ムール貝、生ガキ、
バグというウチワエビの一種の尻尾。加えて先ほどもご紹介したバラマンディのフライ、焼きホタテ、焼きイカがタワー状に盛り付けられた贅沢なメニューになっています。ぜひせっかくの旅の記念にいずれも注文してみてほしいです。そして最後に夜の体験としてお勧めしたいのがケアンズナイトマーケット。ナイトマーケットに向かうまでのケアンズの街並みも昼間とはまた違った幻想的な空間なので、そちらも楽しんでほしいです。こちらは1991年に誕生した屋外マーケットで、オーストラリアでは初となるナイトマーケットだったとのこと。毎日16時半から営業していまして、雑貨や洋服の買い物やマッサージも体験できます。ちなみにフードコートは午前10時から深夜まで営業。今回はご覧のようにチュロスを楽しみましたけれども、アルコール類を含め様々な魅力あふれる店舗が70以上ございますので、じっくりと楽しんでみてほしいです。最後になりますけれども、ケアンズはとても治安がいいです。なので夜でも比較的安全に過ごせるんですけれども、そもそも9時以降はあまりお店が開いてない様子なので、夜はこちらのナイトマーケットを楽しみつつ、なるべく朝活をするのがおすすめです。さて、そんなナイトマーケットでいただいたのはチュロタイムのチュロス。スペイン発祥のスイーツとして人気なメニューで、日本でいただけるような縦長のチュロスとは違った楕円形のスタイル。合わせていただけますディップは全部で5種類。ヌテラチョコ、カスタード、ラズベリー、チョコレート、キャラメル。今回は2種類のディップを選べるメニューを注文しまして、ラズベリーとヌテラチョコをいただきました。チュロス本体はこちらの基本的なシナモンシュガーで楽しむのもいいんですけれども、ヌテラ、ホワイトチョコ、ココナッツ、ナッツ、レインボーなど様々な種類がありましたので、気になるものを注文していただくのもいいかもしれません。その他にもたくさんの魅力的なお店がナイトマーケットにありましたので、他のお店も行ってみて気になるものがあれば購入してみてほしいです。そして最後にお勧めしたいのは、ケアンズ空港にありますコーヒースタンド。さすがコーヒー大国なオーストラリアなだけありまして、空港のコーヒースタンドであっても抜群のコーヒーをいただくことができます。提供されるカップもとても素敵です。こちらではホワイトホエールコーヒーロースターズと言いますケアンズの自家焙煎コーヒー店から仕入れた豆を使って、確かなバリスタさんの技術でコーヒーをいただくことができます。ご覧のように軽食を注文することもできますので、ぜひコーヒーと合わせて飛行機に乗るその最後のひとときまで存分に楽しんでいただければと思います。以上、今回は完全攻略ケアンズグルメ11選としてご紹介しました。ケアンズは前回ご紹介したシドニーよりも1泊少なかったんですけれども、それでも本当に満足感たっぷりなグルメをいただくことができました。ケアンズ自体は観光地を巡っていくという楽しみ方よりも、こういったグルメを楽しみながら海辺で少しくつろぐというのが個人的なおすすめになっていますので、ぜひ前回の動画と今回の動画合わせていただいて旅の計画を立ててみてほしいです。また冒頭でもご紹介していますけれども、こちらの動画の概要欄には Google マップを掲載していまして、そちらでは全てのお店のマップ情報を見ることができますので、ぜひ参考にしていただければと思います。また改めてにはなりますけれども、オーストラリアのお店では祝日チャージや週末チャージがありますので、今回の動画の価格を参考に、高いお店は平日に計画していただくとよりコスパよく楽しめるかもしれません。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。